こんにちは、トラオです。今回は横須賀の海辺釣り公園にタチウオ釣りにやってきました。7月に入ってタチウオの釣果が上がっているということで、夕方5時から釣りを始めました。とっても人気なスポットなんで、夕方からの参加だと釣り竿の確保は難しいんですけども、なんとか1名分のスペースがあったので入れさせてもらいました。ポイントは、入り口から見て奥側、だいたい70から80メートルくらいの地点です。この日は台風が沖縄に接近していて、太平洋に面した相模湾は大荒れだったんですが、東京湾側はご覧のように釣りやすい状況でした。横須賀のタチウオ釣りではだいたい40から60メートルぐらい先を狙います。ワインド釣りはルアーを左右にダートさせるという釣りです。ジグヘッドにソフトルアーがついていて、これをこのように竿を弾くことで、弾いた瞬間にルアーが左、右、左とスライドして移動します。このコツは方向転換するときだけにテンションをかけて、それ以外の状態では糸をたるませた緩んだ状態を維持するということになります。一瞬だけテンションがかかることで方向転換がうまくいくんですね。ワインド釣りではこの左右にダートする動きと止めて落とすポールを織り交ぜて誘っていきます。ルアーはこんな感じのものを使っています。こちらダイソーのジグヘッドにマナティの 90mm を使用しています。ロッドは9フィートのシーバスロッドを使っています。遠投には適していますね。ただワインド操作をするとなると若干グリップ部分が長くて操作しづらいという欠点はあります。ただ海辺釣り公園は手前に柵があるので、その柵にもたれかかる形で竿を海側に出して下方向にしゃくるという操作方法が可能です。ただ一般的にはこの上方向にしゃくる方が多いと思いますし、汎用的かと思います。しゃくって、しゃくって、しゃくって、そしてフォール。個人的にはこのフォールを織り交ぜることで食わせの間を作ることができるんじゃないかなと思ってます。フォールしてからまた動きを入れるその瞬間にですね、食ってくることが非常に多いなと感じてます。多分、しゃくってダートをしている時って、魚がおって思って寄ってくるんですよね。で、それで眺めて観察して、活性の高い個体だったら多分その場でもう食ってくるんですけど、そうでないやつはちょっと観察して、でそれがフォールした瞬間になんだってさらに追いかけるその瞬間が作れるんじゃないかなと。で、また動きが入った瞬間に逃がすまいと思って噛みつく。こういったことが起こってるんじゃないかなと思ってます。ルアーはこういった、ピンテールワーム、ですね、を使ってます。これはマナティの 90mm を使ってます。はい、ここでルアーチェンジをしていきます。私の大好きなですね、ジャッカルのビッグバッカーソフトバイブ 28g、カラーは、これはパープルゼブラですね。このルアー私大好きで、タチウオ釣りの時は必ず持っていくんですけども、ロストすることが多い。タッチカッターに切られてですね、このルアーをなくすことが非常に多いんですけれども、はい、実績の高いルアーになっています。それでは投げていきましょう。はい、ちょっと、あんまりフルキャストできなかったですね。大事なルアーだからこそ、フルキャストできないという、そういった心理が働いたようです。さあ、釣れるんでしょうかね。若干フォールの時間長めに取ってますね。今回はそこの方から探っていこうというトラオ選手。さあ、どうだ？ルアーチェンジが功を奏するか。ルアーの重さが変わったことで若干糸が出るようになってましたね。ドラッグを締め直します。しゃくって、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 フォール。しゃくりとフォールを繰り返してタチウオを狙っていく。よく見ると左の方、潮目も当たっていていい感じ。時間帯もちょうどいいですね。もう地合いに入っているかと思われます。さあ、一本出るのか。おろしたてのジャッカルビッグバッカーソフトバイブ 28g、成果を上げるのか。トラオの腕が試されるぞ。根がかりだ。はい、根がかりでした。
ちょっとお隣さんから、注目の視線を浴びてたんですけれども、根がかりですね。ということで、二人で息の合った根がかりコールでした。残念ながら、一投目にして大好きなビッグバッカーを失うという結果でした。気を取り直しまして、まだまだ投げていきます。こちらも、あれですね、ビッグバッカーのグロータイプを投げてます。グローは本当にもうこれ、超過が上がっていて、もう去年からこれは使ってますね。よく見るとルアーの表面もボロボロになってるんですけども。だいたいもうこの時間で18時半ぐらいだったので、もう地合に入っている状態です。少し気合を入れて。先ほどちょっと底を取りすぎたので、今回はだいたい着水4秒ぐらいのところから引いていきます。おっ、ちょっとなんかヒット？これ確かなんかグッと食って重くなった瞬間があった感じですね。ただその後、すぐにフッキングせずに外れてしまって、針が糸に引っかかっちゃった形で若干重みが残ってたので、これついてるのかなと思って巻き続けたという感じでした。ついてなかったですね。あと、ケミホタルをこの時間帯から装着してます。ケミホタル50ですね。ルアーからだいたい60センチぐらいの位置についてます。ワインドの場合、ダートした時にケミホタルを支点にしてルアーが左右に動くみたいなことが起こるんですよね。なので、ケミホタルの位置っていうのは、その時のワインドさせたい幅に応じて変えたりしてます。試合18時半からが暑かったんですけども、ちょっとなかなかヒットせずにですね、そのまま19時台、19時15分ぐらいだったかな、になってます。ここでお隣さんが、両系のですね、F5 に近いタチウオを上げてますね。朗報だ。そうなんですよね。やっぱり周りで一匹上がると、おかっぱりの方の活性が上がりますよね。みんなここで、いるなということで、頑張ってしゃくっていきます。実際しゃくってる時にかかるっていうよりも、フォールからしゃくり上げた瞬間にかかるっていうことの方が多いかなと思います。で、僕の場合は底を取らずに、もう着水して何秒っていうところで、横須賀の立ちを釣りはやってます。はい。こんな感じで、ルアーチェンジですね。はい。今見えたルアーが私のお気に入りのですね、ダイソー VJ プラス、こちらがですね、なんだっけ。アクアウェーブのスパークスリム85ですね。こちら装着したものを投げていきます。これも個人的にはとても気に入っていて、去年はこちらを使って何本か上げることができた、実績のある、一軍ルアーですね。はい。これも着水して、柵にもたれかかって、手前に、ちょっと暗くて見えないですけど、かかってます。結構重くてですね、沖の方でかかったので、ぐいぐい巻いて手前に引き寄せてます。最後水面上がるところでですね、ちょっと少しバタバタっとするのですが、一気に抜き上げました。いや、だいたい5秒、3から5ぐらいですね。はい、4秒ってことかな。で、今は浮かせずに結構横にスライドさせる感じで、イメージは。釣れてですね、テンションも上がっているので、ドタバタしてお見苦しいところをお見せしていますが、はい、タチウオは結構太かったですね。F5 にちょっと届かないぐらいのサイズでした。
暴れちゃうと危ないので、もうこの場で即締めます。という感じで F4.8 ぐらいのタチウオを釣ることができました。この時すでにお隣のグループは3尾以上釣り上げてましたね。私も続きの1尾を狙って投げます。時刻は20時15分ほど。まだまだ試合は続いています。ルアーは着水してから3秒、4秒ぐらいで巻き上げ開始。ダートアクションを始めます。ダートは3回4回入れた後、3秒から4秒くらいフォールの時間を取ります。そしてまたダートを開始。これを繰り返していました。バイトがあったんですけど、ちょっと外れちゃったんですよね。で、その後またすかさずアクションを入れたら、また食ったんですけども、そしたら急にですね、テンションが軽くなりました。で、これ、ケミホタルの部分を食われてたんですよね。この後、巻いてくると見えるんですけど、ケミホタルがなくなってます。高いルアーにすると綺麗だよな。などと申しておりますが、ちょっとやばいね、これは。この後、3尾釣ることはできたんですけどね、ちょっと動画に残すことができませんでした。サイズ的に一番大きかったのは19時。で、20時以降はですね、どんどんサイズが小さくなってきましたね。回ってる群れがまた違う群れが入ったのかもしれません。今回の長考では両隣の方と会話をたくさん楽しむことができて、とても楽しかったです。なんか小学生の感想みたいですけど、はい。今後も、ラジオ感覚で聴ける釣り動画をアップしていこうと思いますので、よかったらいいねボタンとチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。